ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 中国グランプリ予選 V カーブ角田裕樹は19番手。裕樹はこのコースが初めてとマルコ。リカルドは12番手。フェルスタッペンは通算100回目のポールポジションの話題です。中国グランプリ予選でレッドブルのマックス・フェルスタッペンが1分33秒660のタイムで通算100回目のポールポジションを獲得しました。セルジオ・ペレスが2番手になり、レッドブルはワンツーを飾りました。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手は19番手。チームメイトのダニエル・リカルドは12番手と、角田選手は中国グランプリでは苦戦中です。レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコは、勇気はこのコースが初めてなんだと話し、チームにも角田選手を助ける義務があると指摘しています。リカルドは新シャシーの手応えがあったようで、これまでで最高の週末だと話しています。動画の後半はビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手とダニエル・リカルド選手の F1 中国グランプリの予選後コメントをご紹介します。レッドブルのフェルスタッペンは上海インターナショナルサーキットで行われた予選で終始ペースを握り、 Q3 ではさらにタイムを更新して1分33秒660を記録しました。2番手はフェルスタッペンのチームメイトであるペレスが獲得しました。3番手にはフェルナンド・アロンソが入り、マクラーレンのランド・ノリスとオスカー・ピアストリの2人を上回りました。シャルル・ルクレールは6番手。カルロス・サインツは Q2 でのアクシデントから挽回し、7番手でセッションを終えました。ジョージ・ラッセルが8番手。ニコ・ヒュルケンベルグが9番手。バルテリ・ボッタスが10番手でトップ10に入りました。アストン・マーティンのランス・ストロールはボッタスがトップ10入りを果たした後に11番手に脱落し、RB のリカルドは12番手になりました。エステバン・オコンとピエール・ガスリーは今季初の Q2 進出を果たしたものの、それぞれ13番手と15番手でした。メルセデスのルイス・ハミルトンが18番手で、キック・ザウバーのジョウ・ガンユも母国のファンの前でグリップ不足に苦しんで16番手で予選 Q1 を終えました。ハースのケビン・マグヌッセンは17番手。RB の角田選手は19番手。ウィリアムズのローガン・サージェントは20番手でした。リカルドはシーズン序盤の不調のためにレーシングブルズですでに大きなプレッシャーにさらされています。リカルドは今週末から批判が間違っていることを証明するために新しいマシンを得ました。上海での4セッション全てでリカルドはチームメイトの角田選手を上回りました。フリー走行でコンマ7秒、スプリント予選でコンマ5秒、予選でコンマ3秒の差です。リカルドはスプリントでもチームメイトより5つ上の順位でフィニッシュしています。モータースポーツトータル .com によると、リカルドは次のように話しています。普通の週末に近い感じだ。それに今は普通がいいんだ。昨日の朝から本当にスタートから自分たちのポジションが良くなっていると感じていたし、全てが楽になった。というのも単純に聞こえすぎてしまうからだ。シャシーを変えたからといってすぐにこれだとは言いたくない。これからの数レースでそれを証明しなければならない。でももちろん今週末は変更したし、これまでで最高の週末だよ。そのせいなのか、それとも単に僕がいつもここでかなりいい結果を残してきたという事実なのか、いずれわかるだろう。2012年にトロロッソからデビューしたリカルドは上海での初戦で一度だけポイントを逃しています。2018年にはレッドブルで勝利し、リカルドはこのサーキットを知り尽くしています。サーキットはセットアップなど他のサーキットとは少し違うんだ。でも今週末に大きく変えたと言ったら嘘になるね。5レース後にそう言えるようになりたい。
なぜならそれはシーズンが間違いなく好転したことを意味するからだ。リカルドは新シャシーで自信を深めています。日本グランプリでもリカルドは11番手でしたので、実際にはほとんど変わっていません。チームメイトの角田選手が沈んでいますので、相対的にリカルドはうまくいっているというように捉えているようですね。リカルドと角田選手のフリー走行からのタイム差が徐々に縮まっています。フリー走行でコンマ7秒、スプリント予選でコンマ5秒、予選でコンマ3秒の差です。角田選手が少しずつコースに慣れてきている気配はします。リカルドと反対側のガレージでは雰囲気は全く違っていました。チームメイトの角田選手は最近では2戦連続でポイント圏内に入っています。予選を19番手で終えた角田選手は金曜日のスプリント予選でも同じ最後尾グリッドに沈んでいました。モータースポーツトータル .com によると、角田選手は次のように話しています。あそこでうまくいかなかったのは少なくとも 50% は僕のせいだ。少なくともセットアップのベストな妥協点を見つけたという自信はあった。でも結局うまくいかなかった。グリップレベルが安定しないんだ。他のマシンのステアリングの動きについていってもどのコーナーでも苦戦してしまう。僕にとっては自分の車に起こっていることなんだ。角田選手は DRS にも問題がありました。あれは最初のファステストラップでのこと。もちろんフリーのラップタイムだから理想的とは言えない。でも2回目のフライングラップでは DRS がまた機能したんだ。レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコはスカイスポーツに次のように話しています。勇気はこのコースが初めてなんだ。ハードタイヤを履いた最初のプラクティスセッションもおそらく全く満足のいくものではなかった。マルコはチームにも角田選手を助ける義務があると指摘しています。彼は非常に不安定なマシンに不満を持っていて、それが主な原因だと考えている。対照的にマルコはリカルドの改善を喜んでいます。よかった、シャシーがうまくいったようだ。角田選手はリカルドとのタイム差が徐々に縮まってはいますが、予選後も RB チームは角田選手の遅れの原因がマシンのどこに起因しているのか判明はしていないようです。決勝レースまでにはチームとしても対応してほしいところですね。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手とダニエル・リカルド選手の F1 中国グランプリの予選後のコメントです。角田裕樹選手、スプリント16番手、予選19番手、大変だった。今朝のスプリントでは自分のやり方を見つけ、マシンを操りもう少し学ぼうとしたがまだ苦戦していた。データを調べてみると予選に向けて一歩前進したように感じた。複雑な気持ちだ。スプリントの予選では僕の方からまとめることができなかったと感じたけど、今日の予選では自分のラップにかなり満足している。今週末はずっとリアのグリップに苦しんでいて、ステアリングのトレースも他のマシンと比べてみると自分の車とかなり戦っている。予選では自分たちのパッケージに対する答えを見つけることができたし、自信もあった。ラップ自体は満足できるものだったが、タイムにはその感触が反映されていなかった。また19番手になってしまったのは悔しいし残念だけど、分析して理解し解決策を見つけたい。明日に向けてはもっとペースを上げるために何かを変えなければならない。ダニエル・リカルド選手、スプリント11番手、予選12番手。今週末はシャシーを変更したんだ。今週末はシャシーを変更してマシンのフィーリングが良くなったし、自信も持てるようになった。上海はいつも楽しんでいるし、過去にもいい経験があるから、これからの数レースで自分たちのパフォーマンスを証明し続ける必要があると思う。今朝は楽しかったし、
ポジティブなこともあった。レース中盤の DRS トレインは少しトリッキーだったけど、バルテリをクリアしてからはケビンをかなり早く捉えることができた。最後の数周はいいバトルができた。残念ながらポイント獲得とはならなかったが、スプリントでポイントを獲得するのは難しいことは分かっていた。個人的には今日の方がフィーリングが良かったし、スプリントはこれまでのレースと比べてよりアタック的なレースだった。昨日とは路面コンディションがかなり変わっていて、雨で路面が滑りやすくなっていたり、風向きが変わっていたりと、いつもと違う状況だった。予選でのラップには満足しているし、それ以上のものはなかったと思っている。 Q3 では直接のライバルが何台かいて、彼らはもう少しペースを上げていた。同時に他の何台かが後ろから僕らに挑戦してきているように思う。今朝のスプリントでは勇気づけられたから、ロングランではもう少し見せられるといいね。おそらくワンストップレースになるだろうけど、フロントリミットのあるユニークなサーキットだから2ストップになる可能性もある。12番手スタートはまずまずの位置だと思うし、前のマシンに追いついてポイントを獲得するチャンスもある。アランパーメインレースディレクター、昨日の予選が悪かったのでスタートポジションは低かったが、スプリントでは2台とも3つ順位を上げることができた。決勝の予選ではダニエルがいい走りを見せてくれた。勇気についてはまだ苦戦しているし、車に何が起こっているのかわからない。今夜は本当によく見てみるつもりだ。ウィークを通じてデータを見てきたが、まだ彼のマシンに悪いところや問題は見つかっていない。明日は2人のドライバーが順位を上げてくれると確信しているし、ポイント圏内を目指してプッシュしていくよ。 F1 中国グランプリ予選 V カーブ角田裕樹は19番手。裕樹はこのコースが初めてとマルコ。リカルドは12番手。フェルスタッペンは通算100回目のポールポジションの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。